皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画で基質が酵素よりも著しく多いという仮定を使わずに酵素反応の一般化された反応速度式を導きました。次のステップは計算により本式の特性を明らかにすることですが、式に含まれるパラメータの適切な実測値がありません。このような場合、関係式を無次元化することで解析することが可能になります。そこで今回の動画では、一般化された反応速度式の無次元化についてお話しします。無次元化技術を取得するならば、式の本質的な特性を明らかにすることができるようになりますので、理解に努めてください。今回の無次元化の対象になるものは、酵素反応の基礎式であるミカエリスメンテン式、略して MM 式と、前の動画で導出した一般化された酵素反応速度式です。これらの式に含まれる変数及びパラメータを右の表に示します。最終的な目標は、1式と2式による計算値にどの程度の違いがあるかを明らかにすることです。大きな違いがあれば、MM 式の使用に問題があることになりますね。この計算誤差の検討は次の動画で行います。無次元化では、最初に従属変数を何によって割るかを決めなければなりません。MM 式の場合、式中に2つの変数、すなわち反応速度 v と基質濃度 st または s が含まれています。これらを無次元化するには、同じ単位を持つ乗数を使わなければなりません。そこで v は vm で割ることにします。この小を無次元反応速度と呼び π で表します。この無次元変数では、反応速度が0から1の間の値を取るように正規化されるので、反応速度の変化を理解しやすくなります。次に、st には2つの乗数の候補があります。しかし、ここではとりあえず km を使うことにしましょう。この小を無次元基質濃度と呼び、ベータで表します。この無次元変数によれば、基質濃度が km の何倍の大きさであるかがすぐに分かります。次に、計算誤差の評価方法について考えましょう。これには2つの方法があります。1つ目は反応速度と基質濃度の関係を調べることです。この関係は MM 式の特徴を示すのに最も使用され、どの教科書にも必ず載っていますね。もう一つは基質濃度と時間の関係です。この関係を調べるには、与えられた反応速度式を解き、基質濃度の時間変化を計算しなければなりません。それでは最初に反応速度と基質濃度の関係を調べるための無次元式を導きます。ここで述べる方法を無次元化法1と呼びます。MM 式から始めましょう。これは1式で与えられます。本式は2式のように変形することができます。ここで無次元反応速度 π と無次元基質濃度 β をそれぞれ3、4式のように定義します。これらを2式へ適用することにより、MM 式に対して5式で示す無次元式を得ます。次に、一般化された酵素反応速度式6式を無次元化します。これを順番に7式まで変形します。ここでもう一つの無次元数 φ を8式で定義します。これを7式へ適用すると、最終的に一般化された酵素反応速度式に対して9式で示す無次元式を得ます。ここで MM 式における
ST が ET よりも十分に大きいという仮定、すなわち phi イコール0の条件を考えてみましょう。これを旧式へ適用すると本式は5式になります。これにより5式が間違いなく旧式の簡略化式であることがわかります。MM 式の計算誤差の評価では5式と旧式による計算値を比較することになります。しかしここで旧式に含まれる phi に問題があることに気づきます。この問題はベータに加えて phi もまた ST の関数であるということです。ベータの値を変えるとき phi の値も変わることになります。すなわち無次元化法1は MM 式だけを評価する場合使用できますが、一般化されたコース反応速度式を含めて評価する場合には問題を生じます。このことからST が一つの無次元数だけに含まれるように再設定する必要があります。無次元数を再定義し、改めて1式と6式の無次元化を行います。これを無次元化法2と呼びます。なお、式の番号は無次元化法1との違いを分かりやすくするため1番から打ちます。まず MM 式は1式で与えられます。これは2式のように変形することができます。ここで無次元変数として無次元反応速度 π と無次元基質濃度 c をそれぞれ3、4式のように定義します。π の定義は先ほどと同じですね。しかし無次元基質濃度には Km ではなく基質濃度の初期値を基準値として使っています。C は0から1の間で変化することを確認してください。さらに基質初濃度の大きさが Km の何倍であるかを表す無次元パラメータを5式で定義します。これらを2式へ適用すると MM 式に対して6式の無次元式を得ます。次に一般化されたコース反応速度式7式を無次元化します。これを順番に8式まで変形します。ここでもう一つの無次元数 phi を9式で定義します。これを8式へ適用することにより最終的に一般化されたコース反応速度式に対して10式の無次元式を得ます。先ほどと異なり今回の無次元化では無次元数中に同じ変数が重複して使われていません。うまくいきましたね。ここで MM 式における ST が ET よりも十分大きいという仮定、すなわち phi イコール0の条件を10式へ適用すると本式は6式になります。これは6式が10式の簡略化された式であることを意味します。続いて基質濃度と時間の関係に基づく誤差評価のための無次元式を導きましょう。ここでは反応速度項を基質濃度の時間微分で表し、これを解いて基質濃度の時間変化を求めます。無次元化には先ほどうまくいった無次元化法2を使います。まず1式は基質濃度の時間変化を表す MM 式です。2式はその初期条件です。基質初濃度が異なる場合でも計算結果を比較しやすくするため、ここでも無次元基質濃度3式を定義します。また基質初濃度の Km に対する大きさの指標である無次元数を4式で定義します。これも先ほどと同じです。次に1式を無次元項を含むように順番に5式まで変形します。
ここで無次元変数として新たに無次元時間 τ を6式で定義し5式へ適用します。その結果、1式の無次元式である7式を得ます。また、初期条件の無次元式は8式となります。次に、一般化した交相反応速度式である9式を変形し、10式のように無次元の項で整理します。これらを無次元数で表すと11式となります。さらに式を整理し、最終的に一般化した交相反応速度式に対して12式の無次元式を得ます。初期条件は13式で与えられます。12式へ MM 式における SE が ET よりも十分に大きいという仮定、すなわち φ0 イコール0の条件を適用してみましょう。12式は7式に等しくなります。これは7式が12式の簡略化された式であることを意味します。以上、今回は式の誘導ばかりで主張するのが大変だったと思います。本動画で導いた無次元式をまとめて示します。次回はこれらの式を使い、MM 式による計算値が一般化された交相反応速度式のものに比べてどれくらい異なるかを議論します。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。質問があれば遠慮なく尋ねてください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。